レッスン1、街を探索する。ほとんどのアトラクションに行くには、徒歩で約10分かかります。素晴らしい散歩や観光を楽しんでいます。知っておくべきランドマークはありますか？はい、複雑なステンドグラスの窓がある美しい古い大聖堂があります。大聖堂には常に素晴らしい建築物があります。他に何が見られますか？中央には有名な像がある歴史的な蝶の広場があります。そこは写真を撮るのに最適な場所のようですね。街を流れる魅力的な川もあります。川沿いの散歩はいつも静かでリラックスできます。川岸には遊歩道やベンチがあります。ピクニックに最適なスポットです。おやつを持ってこないと。絶対に。美味しいお菓子は必ず持ってきます。アンナと一緒に街を探索するのが待ちきれません。レッスン2、観光計画。こんにちは、アンナ。次の旅行にワクワクしてる。絶対に。新しい場所を探索するのが待ちきれません。私も。観光の計画は立てましたか？はい、行ってみたい場所がいくつかあります。まずどこに行こうか。有名な美術館から始めましょう。コレクションが印象的です。私はいつも様々な時代のアートに魅了されています。美術館の後は植物園を訪れることができます。美しい花や植物に囲まれているのは素敵ですね。天気が良くリフレッシュできるといいですね。リストの次は何？歴史地区を探検しましょう。趣のあるお店やカフェがたくさんあります。古い通りを散歩するのは魅力的に聞こえます。また、地元の歴史博物館を訪れて、町の過去について学ぶこともできます。地元の遺産を発見するのはいつも面白いです。そして、1日の締めくくりには、川沿いのサンセットクルーズに参加できます。水に沈む夕日を見るのは息を飲むほどです。ジョン、観光の冒険を最大限に楽しみましょう。レッスン3、ブレインストーミングのアイデア。新しいアイデアを出すには、新鮮なチームが必要です。絶対に。新しい視点を取り入れることは非常に有益です。その間、コラボレーション環境を維持するようにしましょう。それは重要です。誰もが自分の考えを気軽に共有できるはずです。定期的なブレインストーミングセッションをスケジュールして、アイデアを生み出すことができます。チーム全体の創造性を引き出すのに最適な方法です。また、オープンなコミュニケーションと積極的な参加を奨励すべきである。間違いなく。議論の間、誰もが評価され、意見が聞かれていると感じるべきです。時々、休憩して問題から離れることが助けになることがあります。新鮮な視点を提供し、新しいアイデアを生み出すことができます。ブレインストーミングにはどれくらいの時間を割くべきだと思いますか？45分から1時間で十分だと思います。そうすれば、様々な可能性を探求するのに十分な時間が与えられるはずです。
普段は20分走るけど、スケジュールを調整しても構わない。レッスン4、フィットネスルーチン。こんにちは、アンナ。どのくらいの頻度で運動しますか？私は少なくとも週に3回は運動するようにしている。それは良い頻度です。通常、ワークアウトはどのくらい続きますか？運動の種類にもよりますが、45分やることもあります。普段は午前20時分のランニングを目標にしています。ランニングは心拍数を上げて健康を維持するのに最適な方法です。便利で、一日を元気に始めるのに役立ちます。他のエクササイズをルーチンに取り入れていますか？はい、週に数回筋力トレーニングのエクササイズも行っています。それは素晴らしいです。有酸素運動と筋力トレーニングの両方に取り組むことが重要です。同感です。全体的なフィットネスと筋肉の緊張を維持するのに役立ちます。また、トレーニングの前後にストレッチすることを忘れないでください。ストレッチは怪我の予防と柔軟性にとって非常に重要です。絶対に。ジョン、フィットネスルーチンに専念しよう。レッスン後、料理のコツ。ライスヌードルを調理するときは、きちんと浸してください。絶対に。浸しておくと、調理前に麺を柔らかくするのに役立ちます。そして、火を通しすぎないように注意してください。アルデンテでなければなりません。焼きすぎると麺がドロドロになり、食感が失われます。調理時間はパッケージの指示に従うことが重要です。そして、調理中は常に麺から目を離さないでください。そうすれば、適切なコンシステンシーで調理されていることを確認できます。出来上がったら、すぐに水気を切って調理を止めます。すぐに使用しない場合は、少量の油を入れてください。そうすれば、冷却時に凝集することがありません。ライスヌードルを調理するには細部への注意が必要であることを忘れないでください。教訓6、公正な合意の交渉。交渉プロセスにおけるご意見に感謝します。ありがとう、ジョン。オープンで正直な議論をすることが重要です。絶対に。私たちの目標は、両方のニーズを満たす公正な合意に達することです。私たちはお互いの利益を考慮し、共通点を見つけるべきです。お互いに耳を傾け、様々な視点を理解することが重要です。相互に有益な解決策を見つけることに焦点を当てましょう。途中で選択肢を模索し、妥協案を提案することができます。敬意を持って協力し合う雰囲気を維持することが重要です。私たちは進んで譲歩し、双方にメリットのある結果を見つけるべきです。協力することで満足のいく合意を達成することができます。コミュニケーションの線を開いたままにして、交渉を続けましょう。レッスン7、レストランを選ぶ。新しいレストランを試してみたい気分だ。何かおすすめは？まあ、それはあなたの予算とあなたが好む料理の種類によって異なります。私は様々な選択肢を受け入れています。何か違うことを探求したいだけです。それは面白そうですね。彼らはどんな料理を専門にしているの？
アジアと地中海の味をミックスしたユニークな料理を楽しめます。それは料理の冒険のようですね。やってみることにワクワクしているよ。オンラインでメニューをチェックして、好みに合っているかどうかを確認してください。いいアイディアだリサーチをして、自分の好きなものと合っているか見てみます。また、カスタマーレビューを読んで、食事体験のアイデアをつかむことを忘れないでください。絶対に。他の人の経験について聞くことは常に役に立ちます。新しいレストラン、ジョンでお食事をお楽しみください。レッスン8、休憩をとる。ノンストップで働いてきたので、休憩が必要です。燃え尽き症候群にならないように休憩をとることが重要です。一歩下がっても心配はいりません。しかし、休憩を取ることが私の生産性やチームの進歩に影響する場合はどうでしょうか。心配ありません。スタッフは引き続きお客様の休息と若返りの必要性を尊重します。あなたの言う通りだと思います。セルフケアを優先することが不可欠です。絶対に。休憩をとることで充電してリフレッシュできます。休憩計画については、必ずチームと連絡を取っておきます。それはいい考えだ。透明性とオープンなコミュニケーションが鍵です。また、保留中のタスクが事前に委任または処理されていることを確認します。そうすれば、未完成の仕事を気にせずに休憩を取ることができます。アンナさん、ご理解とご支援ありがとうございます。どういたしまして、ジョン自分を大切にすることを忘れないで。レッスン9、休暇先の選択。休暇の計画を立てようと思っています。コスタリカかバリを楽しむかもしれない。どちらも素晴らしいですね。この2つをどう決めたらいいんですか？利用可能なアクティビティや旅費などの要素を考慮することができます。それは良い出発点です。コスタリカはエコツーリズムとアドベンチャースポーツで知られています。はい、ハイキング、ジップライン、熱帯雨林の探索の機会があります。一方、バリは美しいビーチと活気に満ちた文化で有名です。ヨガリトリートやスピリチュアルな体験でも知られています。また、各目的地の旅費とビザの要件も考慮する必要があります。それは本当です。予算が関係する経費と一致していることを確認する必要があります。さらに、旅行予定日の天気を調べることもできます。良い点です。私たちが計画しているアクティビティに適した天気であることを確認したいのです。より多くの情報を収集し、情報に基づいた意思決定を一緒に行いましょう。レッスン10、チョコレートチップクッキーの共有。チョコチップクッキーを焼いてみたら大ヒットでした。ああ、チョコチップクッキーが大好きです。レシピを教えていただけますか？承知しました。バター、砂糖、小麦粉、そしてもちろんチョコレートチップを使った定番レシピです。何か特別な技術を使ってより美味しく作っているんですか？私は焼く前に精地を冷やすのが好きです。クッキーが形を保つのに役立ちます。それは素晴らしいヒントです。焼くときは必ずやってみます。また、
最高の風味を出すには、高品質のチョコレートチップを使用することを忘れないでください。それを心に留めておくよ。ジョンさん、レシピを教えてくれてありがとうございます。どういたしまして、アンナ。クッキーを楽しんで。レッスン11、宿泊施設の予約。旅行を計画していて、特にピークシーズンに空き状況を確認したいです。それは賢いアプローチです。事前に宿泊施設を予約することが重要です。どのくらい前に予約することをお勧めしますか？行き先や時期によって異なります。すぐにいっぱいになる場所もあります。ホテルで直接予約するか、オンライン旅行プラットフォームを使用して予約することを検討すべきですか？どちらのオプションにも利点があります。オンラインプラットフォームには幅広い選択肢があります。それを心に留めておくよ。選択肢があるか確かめたい。さらに、以前のゲストからのレビューを読むと、情報に基づいた決定を下すのに役立ちます。良い点です。他の人の経験を知っておくと役に立ちます。最後に、予約する前にキャンセルポリシーを確認することを忘れないでください。そうですね。計画に予期せぬ変更があった場合に備えて、柔軟性は重要です。レッスン12、緑のオアシスの作成。自宅で自分だけの緑のオアシスを作りたいです。それは素晴らしいアイディアだ。どういたしまして。それはやりがいのある経験です。どうやって始めたらいいの？まず、初心者におすすめの植物はありますか？ライフスタイルに合った植物を選ぶことから始めます。スパイダープラント、ポトス、スネークプラントはメンテナンスが少なく、初心者に最適です。必ず手に入れておきます。屋内植物のお手入れのコツは？適切に水をやり、十分な日光を当てて、時々施肥することを忘れないでください。定期的に水をやるようにリマインダーを設定して、十分な日光が当たる適切な場所を見つけます。それはいい計画だ。緑のオアシスは美しさと静けさをもたらします。それが私の生活空間をどのように変えるかを見るのを楽しみにしています。ありがとう、アンナ。どういたしまして、ジョン屋内ガーデニングの世界への旅を楽しんでください。レッスン13、ガーデニングを始める。ガーデニングを始めたいです。シャベル、熊手、じょうろ、園芸用手袋が必要です。これらは必要不可欠なツールです。ガーデニングの旅を始めるのに役立ちます。これらの園芸工具はどこで買えばいいですか？地元の園芸店やオンラインマーケットプレイスで幅広い品揃えをチェックできます。高品質のツールに投資すべきですか？それとも初心者には基本的なツールで十分ですか？基本的なツールから始めることは問題ありませんが、質の高いツールに投資することで、体験をより楽しくすることができます。それは理にかなっています。長持ちし、快適に使えるツールが欲しい。また、計画しているガーデニングの種類を検討することも重要です。特定の作業には様々なツールが必要になる場合があります。それを念頭に置いて、ガーデニングのニーズに合った道具を選びます。レッスン14、近所を探索する。最近、新しい近所に引っ越しました。近くに美味しいレストランはありますか？
それはワクワクする。きっと素晴らしい食事の選択肢が見つかるはずです。特定の料理やレストランの種類について何かおすすめはありますか？それはあなたの好みによります。どんな料理が好きですか？いろんな料理を試してみたいです。私は新しい味を探求するのが好きです。その場合は、地元の人に好きなスポットを訪ねたり、オンラインの口コミをチェックしたりすることをおすすめします。それはいい考えだ。地元の人からおすすめを聞くと、隠れた名所が見つかるかもしれません。徒歩で近所を探索することも、他の方法では見つけられないかもしれないレストランを見つけるのに役立ちます。散歩するのが楽しかったので、新しい食事場所を見つけるにはいい方法だと思います。絶対に。地元の文化や料理シーンに没頭する素晴らしい方法です。美味しい食事体験ができるのを楽しみにしています。ありがとう、アンナ。どういたしまして、ジョン。新しい近所を探索して楽しんでください。レッスン15、ボードゲームの推奨事項。最近、楽しいボードゲームをしたことがありますか？はい、持っています。スクラブルとクルーはぜひ試してみてください。彼らは本当にやりがいがあり、楽しいです。スクラブルとクルーは聞いたことがありますが、プレイしたことはありません。それらはどのように機能するのでしょうか？彼らは興味をそそられるように聞こえます。私は心を刺激し、戦略を必要とするゲームが好きです。クルーは誰が犯罪を犯したゲームでも、語彙力や推論力が試されること間違いなしです。さまざまなグループサイズに適しているのか、それとも特定の人数のプレイヤーに適しているのか。スクラブルは2人から4人のプレイヤーでプレイできますが、クルーは3から6人のプレイヤーでプレイするのが最適です。それは知っておくと良いことです。友達とプレイしたり、ソロで楽しむこともできます。絶対に。用途が広く、何時間ものエンターテイメントを提供できます。レッスン16、地元の公園を探索する。最近、地元の公園を訪れましたが、息を飲むほどでした。そこに行ったことはありますか？パークグールも探検しましたか？素晴らしい景色が楽しめる美しい公園です。はい、やりました。公園の自然の美しさは魅力的でした。穏やかな雰囲気と豊かな緑は、リラックスしてくつろぐのに最適な場所です。これ以上は同意できませんでした。賑やかな街から離れた静かな場所にいるような気がした。はい、散歩道をのんびりと散歩し、美しい景色を楽しみました。公園は自然とつながり、その素晴らしさを鑑賞する素晴らしい機会を与えてくれます。こんなに息を飲むような公園が近くにあるのは素晴らしいことです。また必ず訪れます。楽しんでくれて嬉しいです。パークグールのような公園は、誰もが楽しめる静かな隠れ家です。レッスン17、旅行のコツ。近々旅行を計画しています。旅行中に重要な書類を安全に保管するためのアドバイスはありますか？それは良い点です。それらを安全な場所に保管することが不可欠です。外出先で書類を安全に保管するにはどのような方法をお勧めしますか？トラベルオーガナイザーや安全なポーチは、パスポート、ID、チケットなどの書類を保管するのに便利です。
常に持ち歩くべきですか、それともホテルに置いておくべきですか？できれば常に見えるバッグに入れて、手元に置いておくのが一番です。それは理にかなっています。私はそれらをなくしたり盗まれたりする危険を冒したくありません。また、文書のデジタルコピーを作成し、クラウドまたは電子メールに安全に保存することも検討してください。それはバックアップとして素晴らしいアイデアです。それは絶対やるよ。特に混雑した場所では、注意して周囲に注意することを忘れないでください。レッスン18、水中世界を探検する。このエリアでのシュノーケリングは素晴らしいと聞きました。やってみたことがありますか？間違いない。シュノーケリングは色とりどりの水中世界を探索する素晴らしい方法です。シュノーケリングではどんな海洋生物を見ることができるでしょうか？鮮やかなサンゴ礁や熱帯魚、さらにはウミガメやエイに出会えるかもしれません。それは信じられないですね。水面下の美しさを目の当たりにしてワクワクします。経験豊富なガイドが最高のスポットに案内してくれるシュノーケリングツアーが頻繁に開催されています。それは知っておくと素晴らしいことです。案内してくれるガイドがいる方が気が楽だ。彼らは装備を提供し、魅惑的な水中の景色を楽しみながら安全を確保します。飛び込んで海の素晴らしさを目の当たりにするのが待ちきれません。忘れられない経験です。シュノーケリングアドベンチャーを楽しんでください。レッスン19、ホテルでの安全な保管。旅行を計画していて、貴重品をホテルに保管することの安全性について疑問に思っていました。ほとんどのホテルでは、ゲストの所持品を安全に保管できるオプションを用意していますので、ご安心ください。それは心強いですね。どういう仕組みなの？必要な時にいつでもアイテムにアクセスできますか？ホテルでは、貴重品を保管するためのセーフティーボックスや室内金庫を用意していることがよくあります。便利そうですね。鍵は自分で持っていく必要がありますか？いいえ、ボックスにアクセスするための固有のキーがあります。チェックイン時にホテルから渡されます。それは便利です。滞在中は所持品がしっかり保護されることを知っておくと便利です。絶対に。貴重品を安全に保管し、安心感を与える信頼できる方法です。教訓20、国際市場への拡大。私たちの事業は地元で好調に推移しています。国際市場への進出はどう？それは素晴らしいアイディアだ。国際市場への進出は、新たな成長機会をもたらすことができます。グローバル展開の前に考慮すべき主な要素は何か？対象国の市場需要、文化の違い、法的要件を調査することは不可欠です。同感です。新しい市場で成功するためには、現地の慣習や規制を理解する必要があります。また、海外の顧客に対応できるように、製品やマーケティング戦略を適用させることも重要です。間違いなく、私たちは価値を提供し、各市場の顧客の特定のニーズを満たすことを目指すべきです。
さらに、現地のパートナーとの関係を構築したり、ターゲット市場に精通した従業員を雇用したりすることも有益です。海外への事業拡大には、慎重な計画と適応する意欲が必要です。これは素晴らしい成長の機会です。絶対に。これにより、より幅広い顧客基盤への扉が開かれ、グローバル市場での成功に役立ちます。レッスン21、個人的な情熱を追求する。最近、個人的な情熱を追い求めることを考えています。個人的な情熱があればもっと楽しいと思いませんか？絶対に。情熱が自分のためにすることであれば、計り知れない満足感がもたらされます。外部からのプレッシャーや期待なしに喜びをもたらすものがあるのは素晴らしいことです。それは理解できます。自分の充実のためだけなら、自由に自分を表現することができます。まさに、制限なく自分の興味を探り、創造性を育む方法です。個人的な情熱を持つことは、日常生活の要求から逃れるための待望の脱出にもつながります。ほんの少しの間でも、好きなものに没頭するのは素晴らしい気分です。それは若返りの源となり、忙しい生活の中でバランスを取る方法にもなり得ます。同じ視点を共有できて嬉しいです。個人的な情熱を追い求めることは本当に豊かです。レッスン22、朝の安らぎのひととき。早朝は、一日が始まる前の安らぎのひとときを過ごすのに最適な時間だと思います。そう思わない？私も同じように感じます。朝は落ち着きと静けさが、その日のポジティブな雰囲気を醸し出してくれます。世界がまだ目覚めつつあり、空気に静けさが漂っている時代です。それは本当です。それは振り返り、感謝の気持ちを伝え、次の日の意図を設定する機会を与えてくれます。私は沈黙と孤独を楽しんでいるので、自分の考えをまとめ、これから起こることへの準備ができます。また、瞑想や日記を書いたり、お茶を楽しんだりするなどのセルフケア活動にも理想的な時期です。朝の穏やかな瞬間は、澄んだ心と穏やかな心でその日に近づくのに役立ちます。外の世界の忙しさが引き継がれる前に、自分自身とつながる貴重な時間です。今朝の安らぎのひとときの大切さを理解できて嬉しいです。彼らは本当に違いを生みます。レッスン23、パーティーの計画。パーティーのアイディアが好きです。このパーティー用品はどこで買えばいいの？いくつかの選択肢があります。その地域のパーティー用品店をチェックしたり、オンラインで調べたりすることもできます。それは良い提案です。オンラインでブラウジングすると、様々な選択肢が得られると思います。絶対に。多くの場合、オンラインストアには豊富な品揃えと便利な配送オプションがあります。パーティー用品を見つけることができる特定のウェブサイトはありますか？Amazon やパーティーシティなど、様々なパーティー用品を提供する人気のオンライン小売店があります。便利そうですね。私たちは彼らのウェブサイトを調べて、彼らが提供しているものを見ることができます。さらに、近所の地元のパーティー用品店をチェックして、より個人的な雰囲気を出すこともできます。それはいい考えだ。
可能な限り地元企業を支援するのは良いことです。間違いなく、パーティーに特別な雰囲気を加えることができるユニークで特別なアイテムがあるかもしれません。選択肢があってよかったです。まず、オンラインで調べて、必要に応じて地元の店舗を探してみましょレッスン24、何を注文するかを決める。いい日だね。何を注文したらいいか提案はありますか？何か新しいことに挑戦してみてはいかがですか？今まで食べたことのない料理を探求できます。ワクワクしそうですね。何か具体的に考えている料理はありますか？私たちはタイ料理を試すことができた。風味豊かで香り高い料理で知られています。それは素晴らしい提案です。タイ料理は甘み、辛み、塩味のバランスが良いと聞きました。はい、美味しい組み合わせです。パッタイ、グリーンカレー、トムヤムスープなどを注文できます。私はその音が好きです。その地域の地元のタイ料理店に行ってメニューを確認してみよう。それはいい計画だ。レビューを読んで、どの場所が強くおすすめかを確認することができます。レストランが決まったら注文して美味しくて冒険的な食事を楽しむことができます。何か新しいことに挑戦し、料理の視野を広げる楽しい方法です。楽しみです。タイ料理店を探して注文しよレッスン25、安価なアクセサリーを探す。スローピロやラグなど安価なアクセサリーをリビングルームに追加することを考えていました。どう思いますか？それは素晴らしいアイディアだ。クッションやラグなどのアクセサリーは空間の見た目や雰囲気を本当に引き立ててくれます。同感です。お金をかけずに部屋に色、質感、居心地の良い雰囲気を加えることができます。間違いなく、ホームデコレーション店やオンラインマーケットプレイスでも予算に優しいオプションを探すことができます。リサイクルショップや中古品店もユニークで手頃な価格のアクセサリーの宝庫になると聞きました。それは本当です。リサイクルショップには家の装飾に個性を加える宝石が隠されていることがよくあります。また、DIY プロジェクトを検討して、独自のパーソナライズされたアクセサリーをより低コストで作成することもできます。それは創造的なアイデアです。自分たちでクッションを作ったり、古い聖地をラグに転用したりするのは楽しいプロジェクトです。私はそれが好きです。個人的なタッチが加わり、私たちの創造性をアピールできます。様々なオプションやソースを調べて、リビングルーム用の安価なアクセサリーをお得な価格で見つけましょう。計画のように聞こえます。まず、地元の店舗を訪れ、オンラインプラットフォームで手頃な価格の商品を探すことから始めることができます。レッスン26、もっと助けを求める。ねえ、私たちのプロジェクトにもっと助けてもらえる場所を考えたことはありますか？それは良い点です。必要な時に援助を求めることが有益な場合もあります。確かに、特に複雑なタスクや馴染みのないタスクを扱う場合は、時間と労力を節約できます。一つの選択肢は、支援が必要な分野を専門とする専門家を雇うことです。それは本当です。彼らは私たちを導き、仕事が適切に行われるようにするための専門知識と経験を持っています。
また、その特定の分野の知識やスキルを持っている友人や家族に助けを求めることも検討できます。それは素晴らしいアイディアだ。知り合いや信頼できる人から助けてもらうことで、プロセスをより快適で楽しいものにすることができます。さらに、同じような興味や経験を持つ人々に質問をしたり、アドバイスを求めたりできるオンラインコミュニティやフォーラムもあります。それは貴重なリソースです。コミュニティの集合的な知恵を活用し、その洞察から学ぶことができます。これらの様々な方法を調べて、プロジェクトのニーズに合った適切な支援方法を見つけましょう。同意した。いつ支援の恩恵を受けることができるかを認識し、それを模索するための措置を講じることが重要です。レッスン27、ピザのトッピング。今夜はピザを食べる気分だ。普段、どんなトッピングを選びますか？私は通常、モッツァレラチーズ、ペパロニ、そしてピーマンや玉ねぎなどのスライス野菜を食べます。美味しそうだね。味と食感の組み合わせが好きです。決して期待を裏切らないクラシックなチョイスです。とろけるチーズ、香ばしいペパロニ、そして野菜の新鮮さが相性抜群です。同感です。バランスが取れていて満足のいく組み合わせです。他に好きなトッピングはありますか？時々入れ替えてほうれん草の葉を加えて、少し緑と栄養素を加えるのが好きです。それは素晴らしいアイディアだ。ほうれん草はピザに新鮮で少し素朴な味を加えます。それに、食事に野菜を取り入れるのにもいい方法です。パリッとしていて風味豊かであることを確認します。それはありがたいです。好みに合わせていろいろなトッピングが選べるのもいいですね。絶対に。ピザは用途の広い料理で、創造性を発揮して好みに合わせてカスタマイズできます。お気に入りのトッピングのピザを注文して、今夜は満足のいく食事を楽しみましょレッスン28、ピザ聖地のオプション。ピザといえば、クラストの種類にこだわりはありますか？個人的には、薄くてサクサクの皮が好きです。ピザ全体の食感にいい歯ごたえが加わります。それは良い選択です。薄い聖地のピザは軽く、トッピングの風味が引き立ちます。昔ながらの手打ち聖地の歯ごたえもいいですね。食べ応えのある食感です。それは本当です。手でトスしたクラストは少し厚く、よりボリュームのある歯ごたえが出ます。考慮すべきもう一つのオプションは、詰め物をしたクラストです。チーズやその他のフィリングを重ねると、より贅沢な体験ができます。ぬいぐるみの皮は間違いなくご褒美です。一口ごとに驚きの要素とチーズの風味が加わります。最終的には、個人の好み次第です。厚くて精緻の多い皮を楽しむ人もいれば、グルテンフリーやカリフラワーの皮を好む人もいます。それがピザの魅力です。様々な好みや食事のニーズに合わせて、たくさんの種類のクラストを用意しています。私たちにとって最も魅力的なクラストの種類を選んで、ピザ体験をさらに楽しくしましょう。同意した。薄くてサクサクしていても、厚くて歯ごたえがあっても、ピザはいつも大勢の人を喜ばせます。レッスン29、通貨両替え。もうすぐ外国に旅行する予定で、
通貨を交換する必要があります。どこでできるか知っていますか？問題ありません。空港、銀行、一部の旅行代理店には外貨両替サービスがあります。お金を両替するお手伝いをしてくれます。それは知っておくと良いことです。競争力のある料金で信頼できる場所を見つけるようにするよ。また、事前に為替レートを確認して、公正な取引が行われていることを確認することもお勧めします。それを心に留めておくよ。旅行中に現金を持参すべきか、それともクレジットカードを使うべきか。少額の出費やカードが使えない場所では、現金を用意しておくことをお勧めします。それは理にかなっています。じゃあいくらか現金を両替するよ。便宜上、少額紙幣も用意してもらえますか？確かに、少額紙幣を用意しておくと、チップや公共交通機関、少額の買い物に役立ちます。外貨両替の際、少額面の金額をリクエストします。アドバイスありがとうございます。レッスン30、サービスの予約。1、時間あたり30アメリカドルのサービスを予約する必要があります。時間帯を事前に予約することはできますか？はい、サービスプロバイダーに直接連絡することで、タイムスロットを予約できるはずです。それは知っておくと良いことです。彼らに連絡して空き状況を尋ねます。必要な日付や期間など、必要な詳細を必ず提供してください。彼らが私の要求に依えられるように、彼らが必要とするすべての情報を彼らに提供します。特にサービスの需要が高い場合は、事前に予約することをお勧めします。同感です。スケジュールのコンフリクトを避けるため、自分の希望する時間帯を確保したい。予約が完了すると、予約が確認され、必要に応じて詳細な手順が示されます。私は彼らの指示に従い、必要な手配をします。ご協力いただきありがとうございます。どういたしまして。予約がスムーズに進むことを願っています。レッスン31、気候変動サミット。何を考えているの？最近、気候変動サミットが話題になっています。はい、世界の指導者が集まって気候変動という緊急の問題に取り組む重要なイベントです。各国が気候変動の影響を緩和するために共同行動を起こしているのを見るのは刺激的です。絶対に。サミットは持続可能な解決策と環境保全の重要性について議論するためのプラットフォームを提供します。これは、これからの世代のために、より持続可能な未来を創造するためのグローバルな取り組みです。このサミットでは、個人が日常生活の中で環境に優しい選択をする必要性についての認識も高まります。地球を守るためには、どんな小さな行動も重要です。私たちはみんな、二酸化炭素排出量の削減と天然資源の保護に貢献できます。まさに、最新の動向を常に把握し、より環境に優しいライフスタイルを促進する取り組みを支援することが重要です。気候変動サミットは、持続可能でレジリエントな世界を作る上で、私たち全員が果たすべき役割があることを思い起こさせるものです。気候変動に対処し、環境を保護する取り組みを引き続き支援していきましょう。レッスン32、野外活動の計画。今日は天気がいいです。
野外活動をいくつか計画すべきだ。それは素晴らしいアイディアだ。外で過ごすのはいつも爽快だ。天気予報をチェックして、一日中天気が良いことを確認する必要があります。いい考えだ。どんな天候の変化にも備えておくことが大切です。また、自分がやりたい活動の種類を検討し、必要な機材を集める必要があります。はい、日焼け止め、水筒、履き心地の良い靴など、必要なアイテムのリストを作成しましょう。万が一の場合に備えて、軽食や救急箱を持参するのもいいでしょう。公園、ビーチ、ハイキングコースなど、アウトドアアドベンチャーに適した場所を選択する必要があります。絶対に、事前に場所を調べておくと、探索するのに最適なスポットを見つけるのに役立ちます。最後に、安全上の理由から、私たちの計画と帰宅予定時間を誰かに知らせましょう。素晴らしい点です。自分の安全を優先し、自分の居場所を誰かに知らせることは必要不可欠です。これらすべての準備が整ったので、屋外で素晴らしい一日を楽しむ準備が整いました。楽しみです。この美しい天気を最大限に生かして、思い出に残る時間を過ごしましょレッスン33、ホテルのアメニティ。それは便利です。今度の旅行のためにホテルを探しています。プールがあるホテルはありますか？はい、多くのホテルでは、ゲストが楽しめるアメニティの一つとして、スイミングプールを提供しています。それは素晴らしいです。私は水泳が大好きだ。プールビューの部屋をリクエストできますか？絶対に。予約時に、プールビューの部屋を希望する旨を伝えることができます。それは素晴らしいことです。朝は美しい景色を眺めながら目を覚ますのが楽しい。ホテルのスタッフは空室状況にもよりますが、ご要望にお依頼できるよう最善を尽くします。情報ありがとうございます。部屋を予約するときに必ず伝えます。どういたしまして。素敵な滞在をして、プールを楽しんでいただければ幸いです。レッスン34、ジムへのアクセス。ジムにアクセスできるホテルを探しています。何かおすすめはありますか？はい、多くのホテルにはゲストが利用できるフィットネス施設があります。それは嬉しいですね。旅行中もアクティブでいたい。ジムを利用できると、家から離れていてもフィットネスルーチンを維持できます。間違いなく、ワークアウトについていくことは私にとって重要です。予約時に、ホテルの事務施設と営業時間について問い合わせることができます。必ずそうするよ。私にとって設備の整ったジムを利用できることは重要です。きっとあなたのフィットネスのニーズを満たすホテルが見つかるはずです。旅行中にワークアウトを楽しんでください。レッスン35、電話での注意散漫を最小限に抑える。携帯電話の通知をオフにしようと思っています。それって賢いよね。絶対に。集中力を保ち、絶え間ない通知に気を取られるのを防ぐのに役立ちます。電話がアラートでブーンという音を立て続けると、よく脇道に迷ってしまいます。
通知をオフにすることで、タスクに優先順位をつけ、自分がしていることに集中できます。それは良い計画のように思えます。一日を通してもっと存在感と生産性を保ちたいです。簡単な調整だけで、集中力やエンゲージメントを維持する能力に大きな違いが生まれます。試してみて、それが私の日常生活にどのようにプラスの影響を与えるかを見ていきます。それは素晴らしい考え方です。電話での注意散漫を最小限に抑えることの利点にきっと気づくでしょう。レッスン36、パッキングライト。旅行の受託手荷物はありますか？いいえ、今回は身軽に旅行することにしました。機内持ち込み手荷物だけを持っていく方がいいです。それは賢い選択です。時間を節約し、旅行体験をより便利にすることができます。また、荷物が軽くなると、旅行中の柔軟性と移動性が向上します。荷物を軽くすることも考えないといけません。かさばる荷物がなくても移動しやすい。絶対に。さらに、手荷物受け取り所で待ったり、荷物を紛失したりする心配もありません。荷造りを効率化して、必需品だけを持参するようにします。それは良いアプローチです。より少ない手荷物で自由かつ簡単に旅行できることに感謝するでしょう。身軽な旅のメリットを体験できるのを楽しみにしています。レッスン37、穏やかな湖畔の隠れ家。チームリトリート用の美しいホテルを見つけました。湖のそばにあり、息を飲むような景色を眺めることができます。それは素晴らしいですね。湖畔のロケーションは、私たちの隠れ家に平和で穏やかな雰囲気を作り出すでしょう。ホテルではカヤックやハイキングなどのアウトドアアクティビティも提供しており、チームビルディングのエクササイズに最適です。自然に囲まれていると、創造性が刺激され、誰にとっても新鮮な風景の変化をもたらすことができます。絶対に。さらに、息を飲むような景色は、きっと私たちのチームメンバーに心に残る印象を残すでしょう。チームの絆とコラボレーションを促進する思い出に残る体験を作ることは重要です。同感です。この湖畔のリトリートは、私たちのチームがつながり、共に成長するための理想的な環境となるでしょう。それがチームのダイナミクスと生産性にプラスの影響を与えるのを見てワクワクしています。レッスン38、リージョナルオフィスを含める。次回のカンファレンスを計画する際には、地域事務所のチームを含めるべきでしょうか。はい、必ず含める必要があります。彼らの存在は、より多様でインクルーシブなイベントに貢献するでしょう。地域事務所を含めることで、チーム間のコラボレーションや知識共有の機会も得られます。組織の様々な部門間の一体感を育み、関係を強化することが重要です。絶対に。カンファレンスはアイデアを交換し、強固なネットワークを構築するためのプラットフォームとなるでしょう。地域オフィスを巻き込むことで、彼らの専門知識を活用し、独自の視点を活用することができます。彼らの参加がカンファレンスを豊かにし、すべての参加者により包括的な体験をもたらすと確信しています。地域チームとの貴重な貢献とつながりを楽しみにしています。レッスン39、週末空き状況。
チームミーティングは土曜日と日曜日のどちらが好きですか？どちらの日でも私にはうまくいきます。スケジュールには柔軟性がある。あなたはどう？あなたに合っている特定の日はありますか？私は土曜日と日曜日両方に営業しています。大多数の人にとって都合のいい日を選ぼう。それは公平に聞こえます。全員の空き状況を考慮して、チームミーティングに適した日を見つけます。全員が会議に出席し、積極的に参加できるようにすることが重要です。絶対に、チームメンバーの生産性とエンゲージメントを最大化したいと考えています。みんなの好みを集めて、1万人が入る日を選びましょう。レッスン40、ベジタリアンオプション。イベントのメニューにベジタリアンのオプションはありますか？はい、ケータリング業者が用意できる美味しい野菜炒めがあります。それは嬉しいですね。参加者全員に食事の選択肢を提供することが重要です。絶対に。私たちはインクルーシブで、様々な食事のニーズや好みに依頼たいと考えています。ベジタリアンオプションを提供することで、誰もが制限なく食事を楽しむことができます。参加者全員に野菜炒め物の在庫状況を必ず伝えます。お客様の多様なニーズを考慮し、インクルーシブな環境を作ることは不可欠です。ベジタリアンのオプションを提供することで、より幅広い食事の要件や好みに対応できます。レッスン41、家をパーソナライズする。どうすれば家を本当に自分のものにできるでしょうか？一つの方法は、家族の写真や意味のあるアートワークなどの個人的なタッチを取り入れることです。センチメンタルな価値を持つ要素を加えることで、温かさと心地よさを感じることができます。また、自分のスタイルや好みを反映した家具や装飾を選ぶこともできます。ユニークなアイテムで生活空間をカスタマイズすることで、家をより特別で個性的なものにすることができます。個人の好みや興味に共鳴する環境を作ることが重要です。家をパーソナライズすることで、自分のアイデンティティを表現し、自分らしさを反映した空間を作ることができます。私たちの個人的なタッチを取り入れることで、私たちは家を本当に自分だけの家に変えることができます。レッスン42、趣味を探る。好きな趣味は何ですか？ガーデニングと野菜の栽培が大好きです。自分で食べ物を育てるのは信じられないほど充実しています。それは素晴らしいですね。ガーデニングはリラックスできるだけでなく、やりがいもあります。自然とつながり、植物が成長するにつれて、その美しさを目の当たりにするのに最適な方法です。庭を始めることに興味がある人に何かアドバイスはありますか？小さく始めて、あなたの気候と利用可能なスペースに適した植物を選んでください。それは良いアドバイスです。始める前に実践的な側面を検討することが重要です。また、定期的に水をやったり施肥したりするなど、植物に適切な手入れと注意を払うことを忘れないでください。それを心に留めておくよ。ガーデニングはやりがいがあって楽しい趣味のように思える。間違いなくそうです。
生き物の成長を育み、見ることができるので、ものすごく満足感があります。レッスン43、悪い日への対処。よし、心配しないで。君はただ悪い一日を過ごしているだけだ。圧倒されているように感じますが、ポジティブであり続けて突き抜けるように努めます。深呼吸をして、セルフケアをすることを忘れないでください。もう一度取り組む前に、少し休憩して心をリラックスさせようと思います。時々、少し休憩することで私たちの気持ちが大きく変わることがあります。また、明日は新たなスタートであり、より良い一日を過ごすチャンスだと自分に言い聞かせます。それがスピリットです。頭を上げて、これからもっと良い時代が来ることを知ってください。励ましてくれてありがとう。誰かに理解してもらうのは心強いことです。私たちはみんな、困難な日々を過ごしていますが、それが私たちを定義するものではないことを覚えておくことが重要です。あなたの言う通りだ。全体像に集中して、この悪い日に落ち込まないようにするよ。これ持ってるだろ回復力を保てば、物事はすぐに良くなるでしょレッスン44、食品の選択。食料品店で食品を選ぶ際のコツはありますか？有効期限を確認し、有効期限が近づいていないことを確認します。これは、製品の鮮度と品質を確保するために重要です。また、パッケージに損傷や改ざんの兆候がないか調べてください。適切に密封され、良好な状態のアイテムを選択することが重要です。もう一つのヒントは、成分リストと栄養情報を読むことです。私たちが何を消費しているかを意識することは、より健康的な選択をするのに役立ちます。最後に、価格を比較し、特別オファーや割引を検討してください。これは、食料品の買い物中にお金を節約する賢い方法です。これらのヒントに従うことで、情報に基づいた意思決定を行い、ニーズに最適な製品を選択できます。レッスン45、旅行の計画。素晴らしい。フライトとホテルを予約しましょう。便宜上、レンタカーを借りるべきか。レンタカーを借りると、エリア内の移動や探索が簡単になります。それは本当です。そうすれば旅行中の柔軟性が増すでしょまた、宿泊施設の駐車場の費用と空き状況も考慮する必要があります。う。良い点です。高額な駐車料金や限られたスペースに悩まされたくありません。さらに、目的地の公共交通機関のオプションを調査することもできます。公共交通機関を利用することは、費用対効果が高く環境に優しい代替手段です。また、地元の交通機関のパスや割引が利用できるかどうかも確認する価値があります。それは賢い考えだ。交通費を節約するのに役立ちます。全体として、長所と短所を比較検討し、どのオプションが旅行に最適かを判断しましょう。レッスン46、ランチプランの作成。こんにちは、ピーター。ジョンです。明日昼食を食べたいか電話するよ。友達と連絡を取って計画を立てるのはいいことです。絶対に。人間関係を育み、充実した時間を一緒に過ごすことが重要です。
リラックスしたランチには、心地よい雰囲気の居心地の良いレストランを選ぶことを検討してください。それは素晴らしいアイデアのようですね。快適なセッティングは、食事体験をより良いものにしてくれます。また、ピーターに食事の好みや制限がないかどうかを確認することも大切です。彼の好みを考慮に入れることは、私たちが彼のニーズと選択を大切にしていることを示しています。そして、ランチの時間と場所を確認することを忘れないでください。はい、明確なコミュニケーションにより、全員が同じ認識を持つことができます。ピーターはきっと招待に感謝するでしょう。食事をしながらおしゃべりするのはいつでもいいことだ。確かに、彼と一緒に時間を過ごし、美味しい料理を楽しむのを楽しみにしています。おはようございます。47、はい、新しい同僚を歓迎する。私の名前はエミリーです。先週入社したばかりです。ようこそ、エミリー。あなたが私たちのチームの一員になれて嬉しいです。ご乗船いただき、誠にありがとうございます。あなたが落ち着くのを助けるために私たちにできることはありますか？ご不明な点がある場合やサポートが必要な場合は、お気軽にお問い合わせください。私たちはあなたをサポートするためにここにいます。お二人とも温かいおもてなしをありがとうございました。ここに来てチームに貢献できることにワクワクしています。ここに来てくれて嬉しいよ。エミリー君はその役目をよく果たしてくれると確信しているよ。何かガイダンスが必要な場合や、会社について知りたいことがあれば、遠慮なく連絡してください。そして、私たちはみんな、お互いの成長と成功を助けるためにここにいることを忘れないでください。あなたは協力的で協調的な職場環境の一員です。エミリー、ようこそ。レッスン48、訪問者に挨拶する。私はブラジル出身です。昨日ここに着きました。私たちの町へようこそ。訪問は今回が初めてですか？ジョン、温かい歓迎をありがとう。はい、あなたの町を訪れるのは今回が初めてです。滞在を楽しんで、私たちの町のアトラクションを探索する素晴らしい経験ができれば幸いです。地元の文化についてもっと学び、観光スポットを見ることができてワクワクしています。推奨事項や指示が必要な場合は、お気軽にお問い合わせください。私がお手伝いします。どうもありがとう。ジョン、喜んで助けてくれて感謝するよ。光栄です。思い出に残る楽しい訪問になるようにしたいです。おもてなしをありがとうございました。あなたの街の美しさを発見するのを楽しみにしています。どういたしまして、アナ。私たちの街の不思議を探索して素晴らしい時間をお過ごしください。レッスン49、音楽パフォーマンスの共有。主に楽しみのためですが、いくつかの地元のイベントに出演したことがあります。それは印象的です。音楽のようなクリエイティブなアウトレットがあるのは素晴らしいことです。それは私が長年追求してきた趣味です。音楽は私の人生に喜びをもたらす。自分の才能を他の人と分かち合うことがどんなにやりがいがあるか想像できます。絶対に。音楽を通して聴衆とつながるのは素晴らしい気分だ。自分の曲を録音したり、アルバムを作ったりすることを考えたことはありますか？頭の中をよぎったけど、まだ深く調べてないんだ。あなたのオリジナル作品を紹介する絶好の機会になるかもしれません。あなたの言う通りだ。
調べてどこに行くのか見てみないと。あなたの友人や家族は、きっとあなたの音楽のコピーを手に入れたいと思うでしょう。それは素晴らしいアイディアだ。音楽の旅を続けるときには、そのことを心に留めておくつもりです。レッスン50、多くのオプションからの選択。はい、でも選択肢はたくさんあります。圧倒されてしまった。それは理解できます。選択肢が多すぎると難しい場合があります。最善の決断をしたいのですが、どのオプションが自分に適しているのかわかりません。時間をかけて、自分にとって最も重要なことを考えてください。自分のニーズや好みに優先順位をつけましょう。自分の優先事項と自分の目標に合ったものに基づいて、選択肢を絞り込もうと思います。いくつかの調査を行い、各オプションに関する情報を収集することが役立つ場合があります。それは良い提案です。十分な情報を得ておくと、意思決定プロセスが容易になります。また、経験のある信頼できる友人や専門家から遠慮なくアドバイスを求めてください。あなたの言う通りだ。彼らの洞察と視点は貴重な指針となります。急ぐ必要はないことを忘れないでください。必要な時間をかけて、十分な情報に基づいた思慮深い決定をアンナさん、下してください。ご支援とアドバイスありがとうございます。意思決定のプロセスには、より明確な考え方で取り組むつもりです。